なみにこんな感じに搬送ベルトの上下の搬送量に偏りがある場合は、ちなみにこんな感じでパイプを設置して地下パイプのゴーストを貼り付けておけば再現性あり。ファクトリオスペースエイジを攻略パート5。今回も前回に引き続き視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾、誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。前回の動画を振り返ると、赤と緑のサイエンスパックを量産し研究を一気に進めて、自動車とグレネードでファイターの巣を破壊してタンクをたくさん並べた原油採掘場を建設しました。今回はこの続編ということで、原油を石油ガスに生成する工場を建設して赤基板の製造ラインを作って、足りなくなった銅板の生産量を倍増させます。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、新たな鉄鉱石の採掘場の開拓。石油の準備ができたので拠点に戻ってみると、なんと鉄鉱石をだいぶ採掘してしまっていて生産量が落ちていました。そこでマップを開いてみてみると、下部分に大きな鉄鉱石の鉱脈を発見。この辺りに新たな採掘場を建設することにしました。まず小型電柱を新たな鉄鉱石の鉱脈まで引っ張っていきます。ちなみに小型電柱と搬送ベルトの敷設にあたっては、このように事前にゴーストを設置しておくと失敗がないのでおすすめです。また破壊が必要な木や岩には×印がついて便利です。ゴーストの設置によって×印のついた邪魔な森はグレネードで伐採をしておくと時短です。大きな岩はグレネードでは破壊できないので手で採掘をします。鉄鉱石の鉱脈にたどり着いたら、鉱脈の上に小型電柱を張り巡らせます。こうやって小型電柱を張り巡らせ終えたら、こんな感じで電動掘削機を鉱脈が見えなくなるほどびっしりと設置していきましょう。電動掘削機の設置が終わったら搬送ベルトを敷設しますが、失敗ややり直しをしなくて済むので、この時もあらかじめゴーストで敷設しておくのがおすすめです。ゴーストの設置によってある程度搬送ベルトを敷設するイメージができたら、実際に敷設していきましょう。ちなみにこんな感じに搬送ベルトの上下の搬送量に偏りがある場合は、分配機と搬送ベルトをこのように設置すれば上下均等に搬出されます。また複数の搬送ベルトで同じ材料を搬送するときは、こんな4面バランサーを作ると搬入側も搬出側も均等に搬送されるので、鉱脈の一部分だけ鉄鉱石を掘りすぎるとか、特定のベルトだけ搬送量が少ないといったことが起きなくなります。詳しくは別動画で解説予定です。最後に搬送ベルトを拠点まで敷設していけば完成です。ちなみに搬送ベルトの上で歩く歩道のように移動すれば素早く移動できるので時短です。この採掘場は目の届かないところにあるのでレーダーを設置しておきましょう。チャプター2、生産量拡大に向けた事前準備。鉄鉱石の採掘場の増強により鉄板を一気に増産できます。ここで搬送ベルトの倍速で搬送できる高速搬送ベルトの生産を始めておきましょう。まずもともとあった鉄鉱石の採掘場の搬送ベルトを最初に作ったこの精錬所に方向変換します。地下パイプはこれだけあれば十分ですので、このように高速搬送ベルトの生産拠点に変えてしまいましょう。電動掘削機の増強やこれから始まる原油生成にはたくさんの電気が必要です。ここで発電所を拡張しておきます。ボイラー、蒸気機関と燃料式インサーターをハンドクラフトして最初に作った発電所を拡張します。ちなみにこんな感じでコピーしてゴーストを貼り付けしておくと間
違いなく作れるので手戻りがなくて効率的です。石炭の供給量がだいぶ少なくなってきたので出力優先順位を発電所の方に変更しておきます。チャプター3、石油の生産拠点の建設。発電所の拡張で十分な発電能力を得られましたので、青サイエンスパックの製造に欠かせない原油の生成を始めます。まずこんな感じに原油生成所を10台並べて基本的な石油加工にレシピ設定。次にパイプをずらっと並べて石油を作りためておくために貯蔵タンクを設置。後で使いますのでポンプも設置しておきます。最後に原油を引き込んできます。ちなみにこんな感じでパイプを設置して地下パイプのゴーストを貼り付けておけば地下パイプをダダダダと一気に敷設することができます。これで原油の生成工場は完成です。後ほど拡張工事を行います。お楽しみに。石油の生産を進めている間に青サイエンスパックの製造に必要なテクノロジーをアンロックしておきます。最低限プラスチック棒の製造、発展基板、溶処理技術のアンロックをしておきましょう。後半のバイターの巣を破壊するのに活躍する地雷や資源の枯渇を防止したり電力消費、汚染の軽減に役立つ掘削効率のアンロックもおすすめです。チャプター4、発展基板、赤基板、工場の建設。石油の生産設備が整いましたので青サイエンスパックの材料の一つ発展基板の製造ラインを建設します。発展基板の製作時間は6秒と時間がかかるので大量の組み立て機を設置するための工場用地が必要です。今回もあらかじめブループリントを貼り付けて手戻りがないように発展基板工場の建設イメージを固めておきます。それでは発展基板工場の建設を始めます。まず導線にレシピ設定した組み立て機2を4台、発展基板にレシピ設定した組み立て機2を片側12台、両側24台設置します。工場の右端部分は後ほどモジュールの生産に使いますので少し場所を確保しておきます。次に搬送ベルトをこんな感じで設置します。外側の搬送ベルトは工場をぐるっと囲むように設置するのがポイントです。このようにして外側には電子基板、緑基板を、内側にはプラスチック棒を搬送します。高速インサーターを導線の組み立て機に設置して、そしてロングアームインサーターとインサーターを発展基板の組み立て機に設置します。生産された発展基板が真ん中の搬送ベルトを通るようにレイアウトしてみました。最後にプラスチック棒の工場を作ります。まずプラスチック棒にレシピ設定した化学プラント4台を設置してロングアームインサーターをこんな感じにレイアウトします。次に鋼材の生産ラインから搬送ベルトで石炭を引っ張ってきます。最後に原油生成工場から石油ガスをパイプラインで運んでくれば完成です。ここで出来上がった発展基板はこの後たくさん使いますので鋼鉄製チェストで作りためておきましょう。チャプター5、溶油の生産プラントの建設。青サイエンスパックの材料の2つ目、硫黄の生産プラントを建設していきます。建設している間にさらに研究を進めておきます。ロボットの生産に必要な電池の開発のほか、このタイミングでできる研究をどんどん進めておきましょう。ちなみに私のおすすめの研究はインサーター容量ボーナスにです。この研究が終わるとインサーターや燃料式インサーターの搬送能力が2倍になります。電気や石炭の節約になるほか、工場のインサーター容量によるボトルネックが解消するなどいいことがいっぱいあります。パイプの取り回しは複雑になりがちなので今回もまずはブループリントで下書きをします。まず化学プラントを6つ並べます。硫黄と爆薬はセットで作るとこのように小スペース化できますので今回は
一緒に作ってしまいます。搬送ベルトをダダダッと敷設して、パイプと地下パイプをセットして石油ガスと水を引き込みます。今回水は発電所まで取りに行くことにしました。最後に高速インサーターとロングアームインサーターをこんな感じにセットして完成。ちなみにいろんな材料を取り回してラインが複雑になるので、私はいつもこのようにフィルタ設定をして見える化しています。チャプター6、石炭の新たな交渉を開拓。爆薬が生産されないと思ってボトルネックがどこか探したところ、なんと石炭採掘場の生産量が不足していました。そこで鉄鉱石と同様に新たな石炭の採掘場を開拓すべくマップを確認。原油採掘場のすぐ下の交渉が一番近いので、ここに建設をしていきます。まずは手戻りがないようにマップモードでゴーストを使って建設計画を作ります。今回は近くにレーダーがあったので見えない部分がなくて作りやすいです。最終的には搬送ベルトを4ラインでこんな感じで石炭を搬送しようと思います。こんな感じでゴーストで基本の形のレイアウトを作ったら、シフトを押しながらコピーしてマス目に対し自動調整すると、相対的な自動調整にチェックを入れて建設計画を作成をクリックすると、こんな感じで電動掘削機のゴーストを簡単に敷き詰めることができます。余計なゴーストは切り取っておきましょう。あとは鉄鉱石の採掘場を広げた時と同様に余計な木や岩を取り除いて小型電柱を張り巡らせて拠点から電気を引っ張ってきて電動掘削機をひたすら並べます。今回は足りない分を補充すればいいので2レーン分の電動掘削機を設置することにしました。最後に搬送ベルトを敷設すれば石炭の新たな掘削場の完成です。4連バランサーも忘れずに設置しましょう。ちなみに残りの電動式掘削機はロボット運用が始まったら建設ロボットの皆さんに設置してもらいます。あとは拠点まで搬送ベルトを敷設すれば完成。これでしばらくは石炭不足に悩まされることはありません。ちなみに入力優先順位を大きな石炭採掘場の方にしておくと石炭の生産量が多い状態をより長くキープできます。チャプター7、鋼鉄の炉で銅板の生産増強。銅鉱石の交渉の資源もだいぶ少なくなってしまったので、また石炭の供給により赤基板の生産量が安定し銅板の生産量が不足し始めてきたので、新たな銅鉱石の交渉を開拓します。拠点の近くに大きな銅鉱石の交渉がありましたので、ここを開拓することにしました。開拓の手順はこれまでと変わりません。まずゴーストによって建設計画を作成して、製造拠点から銅鉱石の交渉まで搬送ベルトを敷設して、拠点から小型電柱を引っ張ってきて交渉に小型電柱を敷き詰めて電動掘削機をダダダダと並べて搬送ベルトを敷設して4連バランサーを設置すれば完成です。ところで石の炉48台では搬送ベルト1本分の銅鉱石しか精錬できませんので、ここで鋼鉄の炉にアップグレードを行います。まず鋼鉄の炉48個を作ります。こんな感じに鋼鉄の炉にレシピ設定をした組み立て機2を並べて石レンガと鋼材を投入するとすぐに製造できます。次に石の炉を鋼鉄の炉に置き換えます。鋼鉄の炉の製作速度は石の炉の2倍ですので、搬送ベルトのままではこのように銅鉱石の供給量が足りなくなってしまいます。なので搬送ベルトを高速搬送ベルトに置き換えて銅鉱石の供給量を増やします。ところで材料の多い高速搬送ベルトは節約したいですよね。実は搬送ベルトをこんな感じで半分だけ高速搬送ベルトに置き換えるだけで十分なんです。あ、なるほど。
と思ったらコメント欄で教えてください。銅板の搬出側も半分だけ高速搬送ベルトに置き換えて完成です。赤基板製造ラインにしっかりと銅板が供給されるようになりました。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、もっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。